はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。今回はですね、大学生にぜひおすすめしたい本をですね、8冊紹介したいと思います。今もう3月のね、後半に差し掛かってますけども、大学受験ね、結構疲れたと思います。一生懸命勉強して、頑張って合格をね、勝ち取ったと思いますけども、そんな大学生、特に1年生に向けてですね、読んでほしい本ですね。大学生活を楽しみながらも、社会に出る一歩前の段階として、考え方を身につけてほしいなってことで、今回ですね、8冊紹介したいと思います。で、2年前にもですね、理系大学生向けのおすすめの本のね、紹介をしたんですけども、今回は別に理系、文系、どちらでも関係なく、全部の大学生に向けての本の紹介となっています。で、まずですね、その本の紹介をする前に、ちょっとね、小話を、挟みたいと思いますけども、大学受験でね、一生懸命勉強されて、大学にやっとの思いで受かったと思うんですけども、ここでですね、頭に入れておいてほしい小話をね、少し紹介すると、この小話自体は僕がですね、中学校の時に通ってた、塾の先生が話してくれた内容なんで、それをですね、高校受験から大学受験に置き換えてお話ししていきますけども、その塾の先生が高校のことについてですね、お話しした時がありまして、高校っていうのはこういう場所だっていうふうにお話ししたことがあるんですよ。それがですね、高校、今回は大学ですけども、大学っていう場所は、ぬるま湯だというふうに言ったんですね。これ別にどこの大学、どのレベルの大学でも同じなんですけども、大学生活をですね、当時に置き換えるんですね。要は自分は何かどっか、体の持病があって、それを治すために、温泉の効能を求めて、当時に行ってるわけですね。それが大学生活なんですけども、で、本当に一生懸命その自分の病気を治したいって思ってる人は、毎日毎日足しげく通って、しっかりと温泉の効果が発揮されて1年2年と通ううちに、病気がどんどん治っていくっていう、これがですね、大学生活で一生懸命勉強した人を例えてるわけなんですけども、じゃあさっき言ったそのぬるま湯だって言った根拠なんですけども、やっぱ温泉といえどですね、温泉しかないわけじゃなくて、当然そこには食事とかお酒もあるし、あとはその卓球台とか娯楽もあるわけなので、一生懸命当時に通ってる人はですね、効果が現れるんですけども、でも、温泉行って、友達とずっと喋ったりとか、お酒飲んじゃったり、あとはその娯楽でね、麻雀打ったり、卓球やったりとかしてるだけだったら、当然だけども治る病気も治らないっていうことで、しっかりと自分を律して、当時ができる人は、ちゃんとそこの大学でね、一生懸命いろんなことを学んで、社会に出れるけども、でも遊びほうけてた人は、やっぱり、社会に出るときに少し苦労するよっていうことをね、例えたお話だったんですよ。なのでですね、これ、どの大学でも言えるんですよ。やっぱり大学入学当初はですね、同じ学力の人が集まって、みんな入学するわけなんですけども、やっぱ大学卒業するときになったら、圧倒的に差ができてくるんですね。その4年間っていう時間をかけてですね、一生懸命頑張って勉強したい人はいい企業に行くし、で、遊びほうけた人たちは就活ですごい苦労するしって感じで、明らかにね、差が出てくるんですよ。なのでそういうことをですね、頭に入れながら、これからね、大学生活をぜひ楽しみながらも、本業である学業をですね、怠らないようにしてほしいなって思います。そんな小話だったんですけども、じゃあその遊びほうけないためにというか、別に一生懸命毎日毎日勉強するために大学通いなさいって言ってるわけじゃないんですけども、楽しみながらも社会に出る前にこういう考え方は身につけてほしいなっていうことで、今回この本をですね、選んでみました。なのでこれらをね、それぞれ軽く紹介していこうかなと思います。で、今回紹介する本がですね、8冊あるんですけども、これが、今回ですね、おすすめする、大学生にぜひ読んでほしい本ですね。で、それぞれ紹介していきますね。こっちから行きましょうかね。このレバレッジリーディングですね。1冊目、レバレッジリーディングですけども、この本がですね、僕の原点なんですよ。この本を読んだおかげで、僕はですね、いっぱい本を読もうっていう風になれて、今でもね、本を読んでるわけなんですけども、これ、本のタイトルは簡単で、レバレッジリーディングで、読書に投資をしなさいっていうことを言ってるわけなんですよ。なのでこの本に書かれてる内容としては、こういうビジネス書っていうのは1500円から2000円出せば1冊買えると。でも、当然ながらここに書かれてる内容ってのは、その筆者がね、何年間とか、もしくはすごい労力を使って、やっと導き出した答えっていうのがここに書かれてるわけで、これが1500円で得た知識が、将来10年後、20年後に、10倍、100倍になって帰ってくるよっていうことが書かれてるわけなんですよ。なので、いっぱい本を読んで、いろんな知識とか、いろんな見解、いろんな意見を取り入れて、それをですね、将来の自分への投資と考えて、自己投資をしましょうってことが書かれてる本なんですけど、でもですね、今現在の僕の考えで言うと、読書に対して投資っていう観点でね、本を読んでるわけじゃないんですよ。
そのリターンが返ってくることを期待して、本を読んでるわけじゃないんですよね。もちろんですね、本に求めるものっていうのは人それぞれですし、リターンを期待する人もいれば、読んでる時の楽しみをですね、味わいたいっていう人もそれぞれいるわけなんで、必ずしもリターンを期待してるわけでもないと思うんですけども、一点ですね、僕が、こういう見方もできるよねっていうことをですね、お話しすると、このさっき言ったその1500円とか2000円出せば買えるような、ビジネス書とか、あとはその文庫本に関しては、800円とか1000円いかないぐらいですね、どれも500円とか800円とかで買えるわけなんですけども、考え方の一つとしてですね、この1500円で買える本ってのは、筆者がですね、1500円を使って得た知識とか得た知見とかじゃ決してないわけなんですよ。だからこれね、800円とか500円とかで買えちゃいますけども、ここに書かれてる小説とかってのは、800円とか800円分の労力でしか書かれてないわけじゃないんですよね。当然それ以上の労力がかかってるわけなんですよ。それがですね、800円出せば買えるし、1500円出せば買えるような状況なんですよね。そのピカソの名言でもありますけども、ピカソが3分で絵を描いて、この絵を描くのに30年と3分って言った名言がありますけども、やっぱりね、その800円で読める内容っていうのは800円の労力でしかかかってないわけじゃないんですよ。800円以上の労力がかかって、やっとこの物語だったり、この本が書けてるわけなんですよね。ってことを考えると、1500円とか2000円ってのは、大学生にとってみたら大金なんですよね。高いんですよ。高いんだけども、でも、1500円以上の価値はね、必ずあるかなって僕は思うんですよ。だから、リターンを期待する期待しないにしても、ここに書かれている内容っていうのは必ずね、支払った金額以上のものが書かれてるかなって思うので、損をしない買い物だと僕は思ってるんですね。なのでですね、1500円って高いんですけども、月に1冊ぐらいはですね、その飲みに行くのを抑えて1500円使って本を買うっていう風なお金の使い方にね、変えてみてもいいのかなって思うので、ぜひですね、大学生もいっぱい、別にそんなに何十冊も本を買えっていうわけじゃないんですけども、読める範囲でですね、どんどん読んでいってほしいなって思います。それではですね、2冊目いきたいと思いますけども、2冊目がですね、こちら、バビロン大富豪の教えですね。この本をですね、進める理由としては1点しかなくて、お金の貯め方ってのをね、大学生のうちに身につけてほしいっていう、これだけですね。なのでもっと言うとですね、この本を進めるんですけども、この本に書かれている内容の中で、大学生のうちで実践してほしい、身につけてほしいものとしては一つしかなくて、それがですね、収入の1割を貯金するっていう、それだけなんですよ。これだけはですね、大学生のうちに身につけてほしいなって思います。お金の貯め方においてね、これは当たり前のことなんですけども、収入の1割を貯金して9割しかお金を使わなかったら絶対自分のお金っていうのはどんどん増えていくんです。これはすごい当たり前なんですよ。そんなことは言われて当たり前じゃんって思うんですけども、でもやっぱりね、これがね、できないのが普通の大学生なんです。僕もね、全然できなくて、収入の壁があるんで、月に8万円ぐらいですね、バイトで稼いでたんですけども、やっぱ8万円入ってきたら8万円全部使ってたんですよ。だから常に金欠状態。だからどっか旅行行こうと思っても、その旅行行くためにお金をいくらか貯めなきゃいけなかったりとか、常にね、お金に困ってたような状況なんですよ。でも収入の1割を貯金するっていうことだけをですね、大学生のうちに実践しておけば、お金において苦労しないし、社会人になってからも苦労しないかなと思うので、ぜひその大学生のうちに、お金の扱い方とかお金の貯め方をですね、学んでほしいかなって思います。そしたらですね、3冊目に行きますけども、3冊目がメモの魔力ですね。これはね、今のね、この時代においてね、AI とかも、どんどん大学生でさえ使うようになってきた時代において、いちいちね、紙に書くってメモをするってのは、アナログじゃないかって思われちゃうんですよ。今の時代だったらタブレット買って、タブレットにね、ノート代わりに紙に書いてるような感覚と同じような感覚で書けるんですけども、なんで僕がメモを推奨するか、さらに言うと僕はですね、ノートに書くことを推奨したいんですよね。ここの、今、置いてあるノートにですね、ここで、毎回考えを書いてるわけなんですけども、なんで僕がこれを推奨するかっていうとですね、僕の考えではですね、このノートのこの紙面の大きさですね、この紙面の大きさがそのまんま自分の頭の中の思考の深さに直結すると僕は思ってるんですよ。これ経験上からそう思ってるんですよ。どういうことかっていうと、このですね、紙面が大きいほど、自分のね、考えがいっぱい展開できたりとか、かなり深いところまで深掘りできたりするんですよ。で、どんどん埋めてってですね、最後ですね、余白が少なくなった時に、もうこんだけしか余白がないから、新たな考えを展開するのはやめようってなって、最後のまとめ段階に脳がですね、勝手にそっちにシフトチェンジするんですね。これね、やっぱ経験上からわかりますけども、1枚で収まりきらないって言って 2枚目に行ったことってあんまりなくて、1枚でやっぱりその時の考えが全部収束するんですよ。だから、もうちょっとね、考えを深めたいなって思った時は、あえて、次のページめくってですね、またそこから、同じことを書いて、そこから考えを展開していくってこともやるぐらいなんですけども、なのでですね、ぜひノートに何でもいいんですけど、やっぱ紙に書き出してほしいんですよ。
でもこれタブレットも同じじゃないかっていうことなんですよね。僕はですね、タブレット使ったことないので、タブレットがどんな感じかわかんないんですけども、でもタブレットの場合は逆にですね、制限がないので、ノートだったらこの大きさって決まってますけども、タブレットだったらいくらでも縮小して余白がどんどん生まれてくるじゃないですか。だから終わりがないんですね。終わりがないからこそ、最後の考えの収束ができないんじゃないかなっていうのがですね、僕の考えなんですよ。だから紙の場合はですね、アナログなんだけども、紙面の大きさがそのまま自分の思考の深さに直結するし、最後収束しきることができる。収束させたくなかったら、新しいページに行くこともできるってことで、僕はですね、未だにですね、アナログな方法で、紙とペンを使って、考えを展開させてるんですけども、今時の大学生だったらみんなパソコン持ってるし、タブレット持ってるっていうのが、当たり前なのかな。でもね、こういうアナログな方法もですね、一回試してほしいかなって思います。それではですね、次の本に行きたいと思います。次はですね、人間失格ですね。太宰さんの本で。これを本をなんで進めるかっていうことなんですけども、大学っていうもういろんなとこからね、日本全国からもしくは海外からもですね、人が集まる環境において、何かしら自分だけがっていう孤独を感じる時もあるし、自分だけ周りと違うっていう風なことを感じる時があるんですよ。でその時にですね、心を和らげてくれる本で、世の中ですね、自分の隣の人がね、どんなに、華々しく見えたとしても、みんながみんなですね、そういう孤独感を感じることもあるし、自分だけがこういう不運な境遇なんだって思う瞬間っていうのは人間誰しもあるんだってことをですね、気づかせてくれる本なんですよ。なので不運なことが続いたりとか、自分だけがなんか孤独を感じてるっていう風に思う瞬間とかってあるんですけども、決してですね、自分だけじゃないと。いつもね、華々しく見えるような友達も、実はですね、陰で、孤独を感じる瞬間があるんだってことをですね、気づかせてくれるような本なんで、いろんな人が集まる場で、自分は周りとは違うっていうことに対して、ネガティブな考えにならないような心持ちができる本なんですよ。そういう意味でですね、この人間失格っていうのは、僕は本当にこれ読んでよかったなっていう、まるで本当に自分のことを書かれてるかのように感じたんですよ。それを読んだだけなのにすごい心が軽くなったんですよね。なので大学生のうちでいろんな人と関わるときにぜひこの本を読んでほしいかなって思います。そしたら次ですね。次はですね、人間の建設ですね。こちらの本ですね。こちらの本を進めたいんですけど、この本はですね、端的に表すとしたら、実用的でないものに対しても、しっかりそれを身につけようとしてほしいかなって思う。どういうことかっていうと、知識とか、あとは技術とか、そういうね、実用的なものっていうのは、誰かから教えられて身につけることができるんですけども、例えば感性とか情緒とかっていうのは、教えられて身につくものじゃないんですよ。あくまでも、その芸術に触れて、絵を見て感じることっていうのは、やっぱり感性を育てないとできないことなんですよね。その絵に対する知識を入れることはできるんですよ。誰が描いたかとか、制作年月とかね、その時の作者がどういう状況だったかっていうようなことは、そういう知識は入れることはできるけども、絵から何かを感じ取るっていうのは感性とか情緒が育ってないとできないことなんですよ。で、こういう感性とかっていうのはやっぱり実用的じゃないんですよね。感性があるかないかだけで勉強ができるできないとか仕事ができるできないっていうのは変わらないので、どうしてもね、そういう感性を育てるっていうのがちょっとないがしろにされつつあるんですよね。でもやっぱこの感性とか情緒を育てるってことが、いかに大事かってことをですね、改めて気づかせてくれる本なので、決してね、実用的な知識とかね、論理性とか、技術とかをね、軽視してるわけじゃないんですけども、でもそれと同じぐらい感性も大事だっていうことをね、ぜひ知ってもらいたいなと思って、こちらの本を進めたいと思います。はい、そしたらですね、次に行きたいと思います。次の本がですね、アルケミストですね。この本はですね、その文体というか物語自体は星の王子様と同じような感じで、一人の少年が旅をしながら、自分の夢をですね、追いかけていくような物語なんですけども、その節々ですね、大事な考え方とかが、書かれてたりとかしててですね、改めてですね、自分の夢に対しての初心に戻ることができる。本当に大事なものに気づかせてくれるとか、プライドとか見栄を気にするのか、それとも自分の夢を叶えるためにもっと大事なものを優先するのかっていうね、ことを考えさせてくれる、すごいいい本なんですよ。で、今大学生になったばかりだったら、明確な夢があるっていう人の方が少ないかもしれないんです。でもね、夢がなくてもいいんですよ。何か自分のやりたいことですね。大学生活のうちでやりたいこととか、あとは死ぬまでにやりたいこと100のリストを作って、そのリストを一個一個どんどん潰していくっていうようなやり方で全然いいんですけども、やりたいことに対してどんどんやってほしいなって思ってるんですよ。で、大学生はですね、社会的信用もまだないし、あとはお金とかもね、権力とかもないんで、どうしてもやりたいと思ってもなかなかできないことがあるんですけども、意外とですね、お金をかけずともですね、できることとか、
いろいろあるので、ぜひですね、必ずしもお金をかけるんじゃなくて、お金をかけない状態からでも始められることから始めてみるっていうのをですね、やってほしいなって思うんですよ。で、今ですね、お金をかけることに対してちょっと慎重になってほしいっていう感じでね、話したんですけども、実際ですね、僕も大学生の時に、ネットのオンラインでですね、ショップを開いてですね、物を売ったりしたんですけども、その時ですね、詐欺に遭っちゃったんですよ。どういう詐欺に遭ったかっていうと、ネットのオンラインショップなので、どうしてもそのネットの検索の上位に引っかからないと自分のお店がですね、なかなか開かれないんですよね。で、それで、検索の上位にヒットさせますよっていう、そういう、なんかコツを教えるので、お金を振り込んでくださいと。情報を全部渡しますと。で、どんなことでも相談に乗りますっていう風な電話がかかってきて、それで契約しちゃったんですよね。で、当時いくらだっけな ?24 万円とかかな、確か24万円を24ヶ月払い。2年間かけて払うっていう契約で、それをやったんですけども、実際に自分のオンラインショップにいっぱい人が来たかっていうと、そんなことも全然なくて、で、やっぱ後々考えれば、あれは完全な詐欺だったなって。なんであの時気づけなかったんだろうっていう風に後悔したんですけども、なのでですね、お金がかかるタイミングってのは、ちょっと慎重になってほしいんですよ。絶対ね、お金をかけずともできることっていっぱいあるので、お金をかけるときは、必ずね、1日頭を冷やす時間を置いてほしいんですよ。電話かかってきたとしても、ちょっと後でかけ直しますって言って、一回ね、頭を冷静にするとか、もしくはその友達にね、相談するとかってことをしてほしいんですね。24万円ってのがね、結構ね、いやらしい、絶妙なラインで、払えなくないなと。月々1万円とプラス利息ぐらいで1万2000円とか3000円だったら、払えるなって思っちゃって、それで契約しちゃったんですけども、絶対ね、そういうのはやめた方がいいと思うんですよ。だから、お金がかかるタイミングはちょっと慎重になってほしいなって思うので、できればお金をかけずともいろいろとね、やりたいことをやってってほしいと思います。はい、そしたらね、次行きたいと思います。次がですね、砂漠ですね。伊坂幸太郎さんの砂漠ですね。これどんな本かっていうとですね、大学生に勇気を与える本ですね。さっきもちょろっと言ったんですけども、大学生っていうのは力がないんですよ。社会的信用もないし。で、お金も、アルバイトで貯められるけど、そんなにお金も持ってないっていう状態。でもそういう大学生が何を持ってるかっていうと、時間とエネルギーをですね、めちゃめちゃ持ってるんですよ。時間に関しては言うまでもなくて、エネルギーですね、若さっていうエネルギーを持ってるんですよ。で、やっぱやろうと思ったこと何でもかんでも行動に移せるような状況にあるんですよね。自由な時間っていうのがいくらかあるわけですよね。で、お金もちょっとあるしってことで、いろんなことに挑戦できる瞬間なんですよね。なのでその時間とエネルギーを最大限使って、いろんなことに挑戦してみてほしいなと思います。でもですね、この小説を読めばわかるんですけども、決してですね、危ないところに足を突っ込んじゃいけないよってこともですね、この本を読めば少し教訓として得られるので、この本の中でですね、登場人物が少し痛い目を見てくれているので、決してですね、危ないところに足を突っ込まずに、やりたいことをどんどんやってほしいなって思うので、ぜひこの本は読んでほしいなと思います。そしたらですね、最後行きたいと思います。最後はですね、夢を叶える像ですね。この本はですね、成功者のマインドについて教えてくれるんですけども、大々的な考えとかじゃなくて、日常の些細な小さな行動一つ一つにですね、成功者のマインドが隠されてるってことを教えてくれる本なんですけれども、例えば靴を磨くとか、トイレ掃除をするとか、募金をするとか、お参りに行くとかですね、それをやってなんで成功するんだっていう風にですね、この物語のですね、主人公も突っ込んでるんですけども、でもやっぱりそういう小さい行動にこそですね、気を使ってほしいなって思うんですよ。そういう小さいことにもですね、気を配れるようになるためにはですね、日頃から意識してないとできないんですよ。日々の生活でちょっとずつですね、少しずつ成功者のマインドを入れていかないと、やっぱ一朝一夕に身につかないものなんですよ。で、さっきのですね、その人間の建設とかも同じなんですけども、それを身につけてどうなるっていう、ツッコミが入るかもしれないんですけども、でもね、やっぱそういうところでね、人としてね、信頼を得るっていうのかな。この人はしっかりしてるなって思われる瞬間だったりするんですよ。その人の知識に対して尊敬を示すんじゃなくて、この人を人間として尊敬するっていう風に信頼を得られる瞬間でもあるんですね。例えば全然関係ない話で言うと、食べ方が綺麗とかね、魚の食べ方に対して、綺麗に身だけを食べて綺麗に骨を残すっていう食べ方。で、その食べ方をしたからどうなるっていうことなんですけど、特にどうもならないんですよ。でも一緒に食事をした人からは、この人は食べ方が綺麗だなって。この人はおそらくね、その親の教育が良くて、丁寧に育てられたんだなってことが分かる瞬間でもあるんですね。決してそうじゃなかったとしても、やっぱ行動から見られて、その人となりをですね、判断されるんですよね、勝手に。なので社会人に出たらですね、当然、
知識をね、問われる瞬間っていうのがあるんですよね。これを知ってるのか知ってないのかっていう風な瞬間っていうのはいっぱいあるんだけども、やっぱり結局はですね、チームで仕事をしてるわけなので、人としてね、関わっていく中で、やっぱりね、どんなに知識があってもですね、人間として尊敬できないなっていう人のもとではね、働きたくないんですよね。いや、この人すごい知識はあるし、仕事はすごいできるんだけど、人間としてね、やっぱ尊敬できないなっていう。なので、まあ逆もしかりで、自分がどれだけね、頭が良くて勉強ができたとしても、人間としてこの人は尊敬できないと、この人は信頼できないって思われちゃったらですね、仕事上でもですね、うまくいかなかったりするので、やっぱり小さなことをですね、どうでもいいって思われてるようなことに対しても、気を使えるかどうかっていうのはですね、大学生のうちでちょっとずつですね、身につけていってほしいかなって思います。以上がですね、ぜひですね、大学生に読んでほしい本ですね。大学生に限らずですけども、別に2年生、3年生が読んでもいいと思いますし、30代、40代が読んでもいいと思うんですけども、今回はですね、大学生の1年生に向けて、特におすすめの本をですね、紹介しました。で、また、最後ですね、小話で締めくくろうかなって思うんですけども、大学生にですね、これだけは言いたいっていうのがあって、ぜひですね、経験にお金をですね、使ってほしいなって思ってるんですよ。これね、ガクトさんが言ってたんですけども、今ね、その老後資金の問題とかで年金問題もあったりとかして、将来のためにですね、お金を貯める若者っていうのはすごい増えてるらしいんですよ。で、それに対してガクトさんがコメントして、将来のためにですね、お金を貯めるとか、ニーサを始めるっていうのはとてもいいことだっていうふうに言った上で、だけども、若い時の楽しみを奪ってまで、その将来にお金を備える必要はないって、これ断言したんですね。どういうことかっていうと、今手元に5万円があって、その5万円使って旅行に行くことをやめてまで、その5万円をですね、ニーサに入れる必要はないって言ってるんですね。旅行に行った方がいいって言ってるんですよ。たとえその5万円がですね、20年後になって、例えば100万円になって帰ってくるとしたとしても、やっぱり20歳の時の5万円か、それとも40歳の時100万円かってことなんですけども、僕もね、これに関してはガクトさんとね、同じ意見で、5万円でですね、20歳の時に旅行に行った方が圧倒的にいいと思います。断然いいと思います。もちろん、額としては、100万円の方が20倍もの価値があるんですけども、じゃあ40歳の時に100万円を使って、贅沢をしましたという経験とですね、20歳の時にお金が少ないながらも5万円で旅行に行ったっていう経験がですね、その経験値の大きさで言ったら圧倒的に20歳の方が経験値が大きいんですよ。やっぱり20歳に旅行に行って新たな知見を得るとか新たな考えが生まれて、それがですね、旅行から帰ってきてからずっとそれが生きるわけなので、ぜひともいっぱい経験をしてですね、自分の考えをですね、いろいろと気づく中で、いろんなものに触れていく中で、自分の中で気づいたものとか、自分の中で形成されていった考えをですね、大事にしていってほしいので、ぜひですね、自分のですね、楽しみとかを我慢してまで、将来に備える必要はないかなって思います。それこそですね、さっき言ったバビロンの大富豪の教えで、本当に収入の1割だけを貯金すればいいんですよ。それ以外はね、全部自分の楽しみに使っていいと思います。本当にすごい不安があるっていう人は、収入の1割を貯金して、プラスで、月々5000円ぐらいかな、5000円ぐらいを、ニーサに入れといてもいいかもしれないかなって。でもね、そのニーサにね、大学生のうちからもう2万円とか3万円とかをね、入れる必要はね、僕もないかなって思います。その2万円とか3万円とかがあるんだったら、それでね、ちょっとでも経験とか旅行とかに使ってほしいかなって思うのですね。今のですね、大学生の楽しい時間を過ごしながらも、その考えを形成していったりとか、いろいろ経験してほしいなって思います。はい。最後ですね、ちょっと、口うるさい言葉を言ってしまいましたけども、大学生活を楽しみながらも、勉強にも勤しんで、考え方とか価値観をね、身につけていってほしいかなって思います。はい。それでですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。